みさき、最近何にお金使った？アクスタ、アクスタ？アクリルスタンド、透明な板に好きな人やキャラクターが印刷されていて、立てて飾れるの。それ何に使うの？心に効く。薬みたいに言わないで。疲れた時に見ると、よし、もう少し頑張ろうって思えるんだよ。なるほど。それがいわゆる推し活？そう。日本では最近、推しや推し活という言葉をいろいろなところで聞くよね。でも日本語を勉強している人には分かりにくいかも。推しって人の名前？名前ではありません。じゃあカツはカツ丼のカツ？食べ物でもありません。今日は3つのことを話します。1つ目、推しって誰のこと？ 2つ目、推し活では何をするの？ 3つ目、どうしてそんなに夢中になるの？ということで始まりましたレイトナイトジャパニーズチャット。私たちみさきとのぞみがお届けします。今日も楽しく話していきましょう。まず1つ目、推しって誰のことか。英語のフェイバリットと同じ？近いけど少し違うかな。好きだけじゃなくて応援したい、もっと多くの人に知ってほしいという気持ちが入ることが多い。漢字の推すは、この人がおすすめですと前に出す感じだね。そう、だから私の推しは私が特に好きで応援している人やもの。アイドルを想像する人が多そう。アイドルも多いけどそれだけじゃないよ。歌手、俳優、スポーツ選手、配信者、アニメやゲームのキャラクタ人間じゃなくてもいいんだ。ー、スポーツチームや動物、場所を推しと呼ぶ人もいる。じゃあ私の推しは駅前のパン屋さんのクリームパン。それはただの好物じゃない？毎週買ってお店を応援して友達にもおすすめしてるよ。じゃあかなり推してるね。推しクリームパンです。でもさ、好きと推しの境界線はどこにあるの？はっきりしたルールはないよ。人によって言葉の重さも違う。ちょっと好きでも推しって言っていい？言う人もいる。でも私はその人が活躍すると自分も嬉しいと思ったら推しかな。自分が楽しいだけじゃなくて相手にも元気でいてほしい、成功してほしい。さあさあ。だから好きな俳優より推しの俳優の方が応援している感じが強い。推しは一人だけ？何にいても大丈夫。一番好きな推しを最推しと呼ぶこともあるよ。推しの中の推し。そう。グループの全員が好きなら箱推し。箱を応援するの？本当の箱じゃなくてグループ全体を一つの箱と考えるの。推しの世界、新しい日本語がどんどん出てくるね。では2つ目、推し活では何をするのか。まずアクスタを買います。私の話ですね。グッズを買う以外には？動画を見る、音楽を聴く、SNS で情報を集める、ライブやイベントに行く。ファンクラブに入ったり、作品を買ったりするのも応援になるね。でもお金を使うことだけが推し活ではないよ。無料の動画を見たり、テレビを見たり、今日も良かったって話したり。推しが出ている番組を見るために早く家に帰る。それも立派な推し活。今日は残業できません。推しがテレビに出ます。理由が正直すぎる。あと、推し色って聞くよね。推しを表す色のこと。例えば推しの色が青なら青い服や小物を選ぶ。一見普通の青いバッグ。でも自分の中では推しと一緒。そういうさりげない楽しみ方もあるね。そういえば推しの誕生日を祝う人もいるよね。いるいる。ケーキを用意してグッズをきれいに並べて写真を撮るの。誕生日の人はそこにいるの？いません。本人がいない誕生日会。本人不在の誕生日会って呼ばれることもあるよ。不在はそこにいないこと。すごい言葉だね。本人はいない。でも愛はたくさんある。アニメのキャラクターならもともと現実の会場には来られないしね。確かに待っても来ない。他にもアクスタをカフェや旅行に連れて行って一緒に写真を撮る人もいる。アクスタも旅行するんだ。私よりいろいろな場所に行ってるアクスタもいると思う。パスポートが必要になりそう。では3つ目、どうして推し活に夢中になるのか。やっぱり楽しいから。それが一番だね。でも推しがいると毎日に小さな予定ができる。金曜日に新しい動画が出る。来月はライブがある。そこまで頑張ろうって思える。仕事で嫌なことがあっても、でも今日推しの配信がある。
心の回復が早い。最初に言ってた心に効くだ。それから同じ推しが好きな人と友達になることもある。年齢や仕事が違っても、昨日の動画見たってすぐ話せる。推しが会話のきっかけになるんだよね。でも楽しいとお金もたくさん使ってしまいそう。そこは大事。推し活は自分の生活を苦しくしない範囲で楽しむこと。グッズを全部買わなくてもファンでいていい。もちろん、応援の方法は人それぞれ。お金の量で好きな気持ちは決まりません。見て元気になるだけでも十分。では、今日の3つのポイントをまとめよう。1つ目、推しは特に好きで応援したい人やもの。2つ目、推し活は動画を見る、グッズを買う、イベントに行くなど推しを楽しみながら応援する活動。3つ目、推しは毎日の楽しみや頑なる理由、人とつながるきっかけになる。でも自分の生活も大切に、無理をしないで楽しもう。推し活に正解はないんだね。そう。静かに応援してもいいし、全力で楽しんでもいい。日本のファンの間には、推しは推せるときに推せという言葉もあるよね。推しがずっと活動するとは限らないし、自分の生活も変わる。だから今楽しめる時間を大切にしようという気持ちだね。いい言葉。じゃあ私も推しは推せるときに推します。クリームパンのこと？うん。売り切れる前に買ってくる。その意味ではないと思う。皆さんには推しがいますか？どんな人やキャラクター、チームを応援していますか？そしてどんな推し活をしていますか？今夜も聞いてくれてありがとうございました。この番組があなたの日本語の居場所の一つになれたら嬉しいです。よかったらチャンネル登録してまた帰ってきてね。また次回レイトナイトジャパニーズチャットでお会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさい。